今日は大葉と豚肉のくるくる春巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は大葉と豚肉のくるくる春巻きを作りたいと思います。ということで今日はですね、長ネギを真ん中に入れて大葉と豚肉、そして春巻きの皮でくるくる巻いていきたいと思います。味付けは塩コショウ、カレー、味噌、梅干し、この4種類作っていきたいと思います。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料はこちらです。豚バラの薄切り肉、大葉、長ネギ、春巻きの皮、薄力粉、お水、塩コショウ、カレーパウダー、味噌、梅干しです。こちらの材料で作っていきます。火の通りを早くするために今回薄切り肉を使ってるんですけれども、肉々しくしたい場合は豚バラスライスを使うようにしてください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずこちらの長ネギですね。これを春巻きの幅に合わせて切ります。だいたい長ネギ1本で2枚分になります。なので半分に切っていただければいいかなと思います。まずヘタを切ります。この先端の青い部分も切っちゃいましょう。これを半分にします。このように切ります。そうしましたら本当にね、気持ち薄くね、斜めに切れ込みを入れましょう。そうするとね、火の通りが早くなります。で、両面ね、浅くね、切れ込みを入れていきます。本当にね、浅く切れ込みを入れます。こっちも同じように。長ネギの準備はこれで OK です。はい、続いてお肉です。こちらが豚バラの薄切り肉ですね。このように一枚一枚まず剥がしましょう。そしたらね、まず軽く塩コショウで味付けをします。で、残りもね、同じように塩コショウで下味をつけます。はい、続いて大葉です。大葉の茎を取りましょう。大葉の準備はこれで OK です。梅干しです。こうやってね、スプーンなどを使ってこの梅干しの果肉だけ取りましょう。はい、で、器に戻して少しスプーンで潰して練っておきます。梅の準備はこれで OK です。水溶き薄力粉を作ります。器に薄力粉とあとお水ですね。そしてこれをよく混ぜます。水溶き薄力粉はこれで OK です。それでは春巻きで包んでいきます。使う15分前ぐらいに冷蔵庫から出してください。こちらを1枚ずつ剥がしましょう。破かないようにね、注意しながら剥がしてください。はい、それではね、包んでいきたいと思います。そしてですね、春巻きの皮はザラザラしてる部分とツルツルした方があります。で、ザラザラしてる方が内側になりますので、ザラザラしてる方を上にして巻いていきます。で、ここにまずですね、大葉を敷きます。大葉もこっちのね、つるっと色が濃い方が表になるので、表が下になるようにまず大葉を置きます。で、大葉は手前じゃなくて奥側に置きます。この奥の部分もだいたい 1.5 センチぐらいね、隙間を空けてください。まずこんな感じでね、置いていただいて、真ん中がね、空いちゃうので真ん中にも大葉を置きましょう。全体がね、大葉で包まるようにこのように置いてください。そしたらこの上に薄切りのお肉を置いていくんですけれども、お肉がちょっとはみ出るので、はみ出た分は切りましょう。手前の端から大葉の先ぐらいまで、このくらいの長さに切ります。こんな感じで長さを揃えます。これはあらかじめやっていただいても OK です。はい、こんな感じに切りました。そうしましたらお肉を置いていきます。このように大葉の上に薄切り肉が乗っかるようにのせます。そしたらですね、手前に長ネギを置きます。ちょっと1センチ手前も開けてください。それではこの部分をピタッとね、長ネギにつけていただいてくるくる巻いていきます。キュッときつめに巻いていきます。で、くるくるくるっと巻いていただいて、で、最後ここの空白部分、残しておいた部分に水溶き薄力粉をつけます。ここが接着面になります。これをくるっと巻いて、ここの巻き終わりをきちんとくっつけましょう。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じ。これをね、4等分したいと思います。食べやすい大きさで OK です。このように切りましょう。塩コショウ味はこんな感じです。ではね、同じように作っていきます。まず大葉を置いていただいて、お肉を並べます。
このようにお肉を並べます。ここからアレンジです。この上にカレーパウダーをかけます。そしたらこの上に長ネギを置いていただいて、またくるっと巻いてピタッとつけます。そして手前から巻いていきましょう。きつめに巻きます。巻き終わりに水溶き薄力粉をつけます。でくるっとピタッとつけます。でしっかりと口を閉じていただいて、はい、こんな感じですね。でこれで切ります。カレー味はこれで OK です。続いて味噌味です。でお肉を置きます。はい、こんな感じで置きます。でスプーンなどを使って味噌をこうやってつけていきます。これで OK です。それでは長ネギを置いていただいてくるっと巻いていきます。で巻き終わりに水溶き薄力粉ですね。はい、でくるっとくっつけます。で口をしっかりと閉じましょう。そして4等分に切ります。はい、味噌味はこれで OK です。で梅干しもこのような感じで大葉とお肉を上にのせます。先ほどね練ったこの梅干しを薄くね広げていきます。これもねお好みの量で OK です。でここにネギを置いてまた手前からくるくる巻いていきます。きつめに巻きましょう。水溶き薄力粉をつけます。はい、でキュッと閉じて、そして4等分にします。梅味はこんな感じです。はい、このように4種類できました。この4種類を油で揚げていきます。はい、ではねフライパンで揚げていきます。フライパンの底からだいたい 1,2 センチぐらいのまず油を注ぎます。でまずこちらを温めます。今回は160度から170度ぐらいの、中温ぐらいの温度で揚げていきます。それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の端からゆっくりと泡が出るぐらいですね。そのぐらいになったら OK です。でまずねプレーンの方から揚げていきます。最初ね巻き終わりを下にして揚げていきましょう。揚げる時はね高温にならないように注意してください。で1分ぐらいしたらコロッと転がします。はい、全体でだいたい3分ぐらいですね。時折ねこうやって転がしながら揚げていきましょう。こんな感じでカラッと揚がれば OK です。揚がったものから取り出します。で次揚げる時はですねカスがね出たりしているのでカスを一度取ってから揚げましょう。でこんな感じでどんどん揚げていきます。はい、こんな感じで揚がりました。それではね3分ほど油を切りたいと思います。はい、これで大葉と豚肉のくるくる春巻きの完成です。こんな感じに仕上がってます。はい、こんな感じにパリパリに仕上がってます。それではいただきます。ではまず塩コショウからいただきます。真ん中に入ってるネギの食感とこの春巻きの食感、そして大葉のね香りがもう最高にいいですね。美味しい。じゃあ続いてこれが梅ですね。梅味いただきます。またねこの大葉と梅とネギ、この相性最高ですね。これがカレーかな。はい、ではカレー味いただきます。カレーはですねお子様が好きそうな味わいがします。では味噌味いただきます。味噌味はね和の味になってすっごく美味しいです。ポン酢につけていただきます。これねポン酢もすごく合うのでぜひ試してみてください。食べる時にむにゅって噛むとネギがね飛び出てきて喉に詰まりそうになるので食べる時は注意してください。いただきます。美味しい。
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のくるくる春巻きのポイントです。まず使うお肉なんですけれども、今回は豚バラの薄切り肉を使用してます。もものね薄切り肉とかいろいろあるので、お好みのものを使ってみてください。で、巻く時のポイントとしてはちょっとねきつめに巻いてください。で、油で揚げる時なんですけれども、油は今回はね中温だいたい160度から170度、目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先端からプクプクプクっとちっちゃい泡が出てくるくらいですね。そのぐらいの温度で揚げるようにしてください。ちょっとね皮はしなっとなってしまうんですけれども、お弁当のおかずとしてもね使えるかなと思います。とても簡単で美味しいのでぜひ作ってみてください。ということで今日はくるくる春巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。